写真は格納庫を2段も積んだ背の高すぎる一隻の空母。 AI で色を入れてみる。その名は龍城。日本海軍が条約の抜け穴から生み出した小型の空母だ。無理な設計がたたり、龍城は侵攻した時から大きく傾く欠陥を抱えていた。海軍は改装を何度も繰り返した。だがその呪いは最後まで解けなかった。そして昭和17年8月に14日、龍城は味方の艦隊から切り離され、たった一隻で南へ向かう。アメリカ空母をおびき寄せるおとりにするためだった。集中攻撃を浴びた龍城はわずか4時間で海に沈んだ。条約の抜け穴から生まれ、おとりとして消えた小型空母。今日はその不遇の空母龍城の生涯をカラー化した写真とともに辿ってみよう。最後まで見れば日本が空母をどう数えていたか、その内情も見えてくる。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。赤き日の龍城。 AI で当時の色を蘇らせてみる。大正から昭和の初め、日本は大きな制約の中にいた。ワシントン海軍軍縮条約。この条約で日本が持てる空母は合計8万トンまでと決められていた。海軍はその枠のほとんどを赤城や加賀といった大型空母に使ってしまった。もう新しい空母を作る余裕はない。だが海軍は諦めなかった。条約には抜け穴があったのだ。排水量1万トン未満の艦は空母の枠に数えなくてよい。そこで海軍はこの枠の外で小さな空母を一隻作ろうと考えた。これが龍城だった。条約の網の目をくぐって生まれた、いわば計算づくの一隻だったのだ。だがこの小ささこそが龍城を生涯苦しめることになる。建造中の龍城。計画では龍城は1万トン未満の小さな空母のはずだった。積む飛行機も24機ほど。ところがここで問題が起きる。ロンドンでの新しい条約で1万トン以下の空母にも制限がかかることになった。小さく作る利点が消えてしまったのだ。そこで海軍は方針を変えた。どうせ枠に数えられるなら少しでも多くの飛行機を積もう。龍城の格納庫は1段から2段に積み見増された。積む飛行機も24機から36機へと増えた。だがその分重さは船の上の方に偏った。背の高い頭でっかちな船になってしまったのだ。船は上が重いほど不安定になる。龍城は生まれつき転びやすい体を抱えてしまった。そしてその欠陥は竣工してすぐに牙を剥く。龍城の対空並走。竣工後の試運転で龍城は早くもその欠陥をさらけ出した。速力を上げて舵を切ると船体が大きく傾いた。甲板脇の救命艇が波に叩かれて壊れるほどだった。そして昭和9年、日本海軍を揺るがす事件が起きる。友鶴事件。小さな水雷艇友鶴が演習中の荒天で転覆したのだ。原因は上部が重すぎたこと。龍城と全く同じ弱点だった。海軍は慌てて龍城の改装に着手する。船の底に550トンもの重りを積み、重心を下げた。船腹には大きな膨らみを取り付けた。さらに重い広角砲を2機下ろし、軽い機銃に変えた。少しでも上の重さを減らすためだった。これで龍城はようやく安定するはずだった。だが自然はもっと手強かった。海を進む龍城。改装を終えても龍城の弱さは消えなかった。昭和10年9月、
日本海軍の大艦隊が演習のため太平洋に出ていた。そこを巨大な台風が直撃する。第四艦隊事件と呼ばれる大惨事だった。荒れ狂う波が流上の艦橋の前面に叩きつけた。そして後ろの甲板から海水が渦の中へなだれ込む。その水の力で各農庫の後ろの扉がぐにゃりと折れ曲がった。小さな流上は危うく沈みかけたのだ。またしても長い修理が必要になった。条約の子として生まれたこの空母は生まれつきの弱さから逃れられずにいた。だが皮肉にもその流上に最も忙しい戦いの日々が待っていた。洋上を行く流上。昭和12年、日本と中国の戦いが本格化する。流上もこの品事変に投入された。小さいながら搭載機は多く、使い勝手が良い。前線の部隊からは便利な空母だと好まれた。一方で流上は艦内のしつけが厳しいことでも知られていた。兵の間ではこんな噂まで囁かれた。赤鬼や青鬼でさえ流上と聞けば後ずさりすると。規律厳しく鍛え抜かれた流上の乗員たち。彼らはやがて太平洋の各地を駆け回ることになる。そして昭和16年12月、日本はアメリカと開戦する。この時流上は主力の空母たちとは全く違う場所にいた。南の空を飛ぐ流上の艦上機、真珠湾攻撃。日本の主力空母6隻、赤城、加賀、双竜、飛竜、昇格、随格。この6隻すべてがハワイへと向かった。だが流上はその中にいなかった。流上はたった1隻、南方の最前線へ送られていたのだ。フィリピンやランイーンを攻める軍を上空から守る役目だった。しかも流上には新鋭のゼロ戦さえ行き渡っていなかった。積んでいたのは一つ前の96式艦上戦闘機。主役たちが華々しく戦う陰で、流上は古い戦闘機で地味な任務をこなし続けた。それでも流上の乗員は南の空を黙々と守り抜いた。やがてこの便利屋は遥か北の海へと呼び出される。一機のゼロ戦。AI で色を蘇らせてみる。昭和17年6月、流上は遥か北、アリューシャン列島へ向かった。指揮を執ったのは角田覚次少将。流上の飛行機はアメリカ軍の拠点ダッチハーバーを空襲した。この時歴史を変える出来事が起きる。流上のゼロ戦が一機被弾して悪炭島の湿地に不時着したのだ。搭乗員は亡くなった。だが機体はほとんど無傷のままアメリカ軍に回収された。アメリカはこのゼロ戦を徹底的に調べ上げた。無敵と恐れられたゼロ戦の弱点がすべて明らかになる。そしてアメリカはゼロ戦に勝つ戦い方を編み出した。皮肉にも流上の一機がゼロ戦の神話を終わらせるきっかけになったのだ。この機体は今も悪炭ゼロの名で語り継がれている。流上の艦首。昭和17年6月、ミッドウェー海戦。日本は主力空母4隻を一度に失った。に加賀、双竜、飛竜。日本の機動部隊はその心臓をえぐられたのだ。こうなると小さく頼りなかった流上さえ貴重な戦力だった。7月、流上は空母随宝の代わりとして南雲機動部隊に組み込まれる。主力の昇格、随格と共に行動することになった。いつも便利屋だった小さな流上が今や最前線の一角を担う。だがそれは流上にとってあまりに危うい部隊だった。次の戦いで流上は味方のために差し出される駒となる。流上の97式艦上攻撃機。昭和17年8月、ガダルカナル島をめぐる第二次ソロモン海戦。8月に14日の未明、午前2時、流上は
巡洋艦利根、駆逐艦天津風、時津風と共に本隊から切り離された。4隻だけで南へ進む。表向きの任務はガダルカナルの飛行場への攻撃だった。だが、その本当の狙いは別にあった。龍城を前に出してアメリカ空母の目を引きつける。その隙に本隊の小角と髄角が敵を叩く。つまり、龍城は味方を勝たせるためのおとりだったのだ。午前10時過ぎ、龍城は攻撃隊を発艦させた。だがその頃にはすでにアメリカの偵察機が龍城を見つけていた。上空から撮られた龍城。AI で色をつけてみる。おとりの作戦はあまりにもうまくいきすぎた。アメリカ空母サラトガがその全力を龍城ただ一隻に向けてたのだ。正午過ぎ、サラトガの攻撃隊が龍城に襲いかかる。9項火爆撃機31機、大撃機8機、合わせて39機がたった一隻の龍城に卒倒した。上空から真っ逆さまに爆弾が降ってくる。海面スレスレからは魚雷が迫る。小さな龍城を守る戦闘機はほとんどいなかった。この一枚の写真はまさにその瞬間をアメリカ機が上空から撮っとったものだ。動きを止めた龍城に駆逐艦が一隻寄り添っている。逃げ場はどこにもなかった。炎に包まれる龍城。爆弾が龍城に次々と命中した。さらに魚雷が一本、艦の横腹を撃ち抜く。一発は艦橋を直撃した。指揮を取っていた多くの将兵がその場で命を落とす。龍城は右へ20度近くまで傾いた。甲板は炎に包まれ黒い煙が空へと立ち上る。それでも小さな艦はすぐには沈まなかった。傷ついた龍城は燃えながらなお海の上に留まり続けた。そして午後6時、攻撃が始まってからおよそ4時間後、龍城は艦尾から静かに海へ沈んでいった。戦死した乗員は副長以下121名。艦長をはじめ生き残ったおよそ300名は両艦の利根たちにすくい上げられた。条約の抜け穴から生まれた小さな空母は最後はおとりとして使い果たされたのだ。空母龍城の生涯を振り返ってみよう。龍城はワシントン軍縮条約の抜け穴から生まれた。排水量の制限をすり抜けるため無理な設計を強いられた小型空母だった。格納庫を2段に積んだその船体は頭でっかちで生まれつき傾きやすかった。竣工の試運転では救命艇が波で壊れた。友鶴事件の後は船底に550トンの重りを積んだ。それでも第4艦隊事件では台風に艦橋を打ち砕かれた。改装をいくら重ねてもその呪いはついに解けなかった。それでも龍城はよく働いた。シナ事変から南方、そして北のアリューシャンまで便利屋として東へ西へ駆け回った。主力の空母たちが浜びやしく戦う陰で古い戦闘機を積んで地味な任務をこなし続けた。だがその最後はあまりに報われないものだった。味方の主力を勝たせるためたった一隻でおとりとして差し出される。集中攻撃を浴びた龍城はわずか4時間で海に消えた。副長以下121名が艦と共に戦死した。小さく不器用で、それでも最後まで戦い抜いた一隻の空母。カラーで蘇った写真の中で龍城は確かにあの海を走っていた。条約の都合で生まれおとりとして消えていった空母龍城。あなたはこの龍城の生涯をどう感じただろうか。ぜひコメントで聞かせてほしい。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。